2000X 年レジンブーム到来。ダイソー、セリアなどの100均に次々とレジン用品が並びます。今回はフォロワーさんにいただいた情報をもとにレジン用品1万円分を購入。皆さんの投票結果や買ったもの報告は過去のライブで行いました。概要欄に貼ってあるのでよかったらご覧ください。100均で買えるレジン液に関し検証が終了しているので記載しておきます。正直使いにくいものが多く、おすすめできるのはダイソーの魔法のレジンのみです。今後もっといいものも出るかもしれません。今回使用するのはくまちゃん、うさぎちゃんモールドです。レジン液は魔法のレジンを使います。モールドに押しピンを刺します。これをしておくと穴あけの工程が省けます。今回の動画では最初に刺し忘れてしまったので途中から登場しています。最初にフレームに流すカラーレジンを作ります。朝食パレットにレジンを流して着色剤を入れます。こちらはゴールドのラメ入りです。もう一つはクリアピンク。朝食棒を使ってよく混ぜます。モールドのフレーム部分にカラーレジンを流します。朝食棒の細い方を使ってモールドの角にある気泡を取り除きます。気泡が多いのでかなり時間をかけて行いました。固める前にモールドの縁についているレジンを取り除きます。反射ミラーとレジン台にモールドをセットしてライトで照射します。このライトは 6W で弱いので長めに4分照射します。レジンの作り方動画で使われているライトはほとんどが 36W 以上なのでその時間より倍以上照射する必要があります。モールドの残りの部分いっぱいにクリアレジンを流します。チューブタイプは量の調整が難しいので注意。朝食棒で気泡を地道に取り除きます。いつも私がやっている最強放置はレジン液の粘度が高いため効果は低いです。気泡が取れたら4分照射します。裏面も4分固めます。モールドから取り外しましょう。可愛くできました。ヒートンを刺します。穴の中にレジンを入れてヒートンを回し入れ固めます。ここからはシリコンマットを敷いて作業します。余っているカラーレジンをオイル注入用の溝に入れて塞ぎます。この時気泡で開いた穴の中にも入れておきます。2分照射します。埋めた場所をヤスリで削って平面にしましょう。粉はティッシュで拭き取った後、テープで取り除きます。シェイカーに入れる封入物を考えましょう。細かいビーズはダイソーのパレットの中に出します。こんな感じになりました。ここから蓋をつけたいのですが、フォロワーさんに教えてもらったラミネートフィルムを使ってみます。ザラザラになっている面が表になるように使用します。フレームの外側をなぞってカットします。大きさが合っていれば OK。
レジン液をパレットに絞って調色棒でフレームに薄く塗ります。シートをそーっと乗せたらピンセットの先で貼り付けます。ライトで2分照射します。こんな感じでラミネートフィルムなので表面がマットなのですが、レジンを塗れば透明になります。全体に薄くレジンを広げます。使用しているのはダイソーのネイルコーナーにあったシリコンブラシですが、本当は先が細いものが好ましいです。私が行った場所はどこも売り切れでした。表面をデコります。ネイル用のアルファベットシールを貼り付け、バランスを整えます。飾り付けを並べて途中でブリオンも追加しました。すべて並べ終わったら2分照射します。ここでフォロワーさんにおすすめしてもらった立体レジン液を使ってみようと思います。かなりもったりしていて細かい形も作れます。調色棒を使うとリボンのシワまで表現することができました。くまちゃんはハートの耳を作っています。2分照射します。続いては側面コーティングを行います。凸凹がある場所をヤスリで削って、しっかりと粉を拭き取ります。レジン用のコーティング剤が見つからなくて、ネイル用のトップコートを使用してみることにしました。マニキュアと同じ感じですぐ固まってくるので難易度は高いです。塗った後はライトで固めるのではなく30分ほど放置して乾かします。ライトで固まるタイプがあると助かるのですが、また今度探してみます。側面が乾いたので表裏をぷっくりさせて仕上げます。シリコンブラシで端まで丁寧に塗り広げます。デコパーツの隙間に気泡があるので調色棒でなぞってすべて取ります。5分硬化します。裏面も同じように仕上げましょう。無事完成したので金具を取り付けます。工具はいろいろ販売されているのですが、手芸用とついているものがアクセサリー向きでおすすめです。丸カンは2個つけて強度をアップしました。うさくまシェイカーが完成しました。気泡はたくさんあるけど可愛くできたと思います。ということで今回の動画はここまでです。ご覧いただきありがとうございました。